こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら、フリーレン。すごくね、空気感を感じるイラストですよね。タコさんの作品でタイトルはフリーレン。迫力のある縦構図、浮遊感の2点を意識したイラストです。フリーレンの持つ穏やかでひょうひょうとした印象と戦闘時の強さや魔法の迫力を表現しようと試みました。添削をお願いしたい箇所は視線誘導と粗密のバランスです。迫力を出そうと前後関係に差をつけたり、視線がある一点でとどまらないよう直線と曲線を織り交ぜたりしましたが、要素が増えるばかりで全体の印象の明確さが損なわれてしまいます。よりインパクトのある構図に整理する方法を模索しているのですが、アドバイスといただけると幸いです。直樹先生の動画からたくさんの知識とテクニックを、絵を描くモチベーションをいただいております。今後ともご活躍かけながら応援しておりますとのことです。はい、コメントありがとうございます。まずですね、難しい構図で要素も多い絵に果敢にチャレンジしている姿勢がね、素晴らしいと思いました。それとキャラクターの表情についてもね、フリーレンっていつもすごく冷静で、このね、実際にイラストに描かれているように確か空中から落下しながらの戦闘シーンもあったと思うんですが、その中でもね、冷静さを失わないような彼女のかっこよさもすごく表現できていると思います。素晴らしいです。でですね、今回はどこを添削していくかなんですが、ご本人もおっしゃっているように視線誘導がキーポイントになりそうです。このイラストどこが問題なのかというとですね、皆さんちょっと目を細めてこのイラストを眺めてみてください。どうでしょうか。そうやってね、目を細めて見てみると、この白くて明るい色がですね、いろいろなところに散らばってしまっていて、なんかちょっとチラチラと気になりませんか？ここがね、気になってしまって、絵の内容がいまいち入ってこない感じがしちゃうんですよね。せっかくいい表情が描けているのに、キャラの表情っていうよりかはそっちの方が気になってしまいませんでしょうか。これがですね、実は視線誘導が失敗してしまっている例なんです。いや、正確に言うと視線誘導はできているんだけど、みんなが本当に興味があって見たい部分に視線を誘導できていなくて、そこじゃないっていう部分に視線を誘導してしまっているって言い換えた方が分かりやすいかもしれませんね。じゃあどこに視線を誘導すべきなのかっていうと、ほとんどの場合顔です。顔の表情が分かりやすいように視線を誘導してあげれば、キャラを見る人の興味ってね、やっぱり顔ですから、見た瞬間におーってね、絵を見た人の興味をそそる絵にできるわけなんです。はい、なので今日お伝えしたことをしっかりと理解できれば、皆さんどんな場合でも魅力的な絵を作り上げられるようになっちゃいます。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。まずですね、この背景から添削します。視線誘導にはまずどこをどうやって際立たせるのか、最初に作戦を立てることが大事です。このイラストの場合にはですね、そこにちょっと躊躇を感じられて、中途半端になっちゃっているんですね。なのでそこでまずはつまずいてしまっているかもしれません。背景の空のこの辺、これきっとですね、朝日を描こうとしていると思うんですね。こんな感じでね、朝日が出ていて、ピカーンってね、光っているような、なんかそんな感じのイラストにしたいと思うんですが、その関係もあって、その朝日に照らし出されて逆光になっているようなフリーレンを描こうとして、で途中でね、ちょっと逆光だとキャラが目立たなくなっちゃうかなって思って、キャラにも前から光を当ててあげたと思うんです。ただですね、光の当て方がどっちつかずになっちゃって、逆にキャラが見えづらくなってしまっていると思います。これですね、いろんな解決方法があるんですが、今回は最初のコンセプトを生かしてこうしちゃいましょう。はい、まずはですね、朝日をちゃんと明るく描いてあげて、キャラとのコントラストをつけてあげるのが大事ですね。なのでまずはもっと空を明るく描いてあげます。それと山の部分もですね、やってみます。はい、手前の山ももう少しだけ明るく書き込んであげましょう。あんまり暗いとね、何が書かれているのか分かりにくいので、状況が伝わらない原因になってしまいます。で、同じ色ばっかり使って描いていると絵が平坦になってしまいますので、空気遠近を若干かけて、奥の山はより奥に感じられるようにするのも重要です。こうです。
はい、こんな感じ。さらにまだ朝日に照らされていない暗い部分の空も若干調整してみます。やってみます。はい、こんな感じですね。で、肝心の朝日なんですが、添削前もですね、ここを中心にこうピカーッと光を描こうとしていることがわかるんですが、これだとまだ分かりにくいので、もっと大げさに光を描いてあげるといいと思います。はい、光を描き入れるときはここにハードライトレイヤーを追加して、オレンジ色とか、あとはね黄色とかを使って描き入れていくことで光を表現することができると思います。やってみます。はい、こんな感じです。フリーレンを後ろから優しく照らし出す朝日を表現することができたと思います。なんだろう、エルフ族の長い寿命のおかげで、感情がね薄いというか、人の気持ちがあまり理解できない彼女ですが、それでもね人と向き合ってみよう、知ってみたいってね、そんな風に一生懸命に生きているフリーレンが朝日によってまるで世界から祝福されているようで、すごくねいい感じですね。さて、朝日によってキャラクターのシルエットをより浮き立たせることができたと思うんですが、ここでやはり問題なのはキャラクターに散らばったこの明るい白い面積です。これがあるから、なんかこうところどころの明るさが気になってしまって、視線が散らばってしまっている印象があります。まずはこれを何とかしてみましょう。はい、このようにですね、もう一層キャラクター全体を逆光に沈めてしまって、キャラクターの中身にはもう一層明暗さをつけない方が、バックの光とキャラクターの影っていう感じで大きな塊として描き出すことができると思うので、非常に見やすい絵になります。これ逆にね、キャラクターに思いっきり光を当てちゃうっていう方法もありです。このね胸元とかで魔法を発動させて、強烈な光がこの辺だけにバーって当たっているっていう風にしてあげても、すごく見やすくて迫力のある絵にはなると思うので、それはそれで試してみてもいいですね。でも今回はあくまでタコさんの最初のコンセプトを大事にしたパターンです。さあ、ただですね、ここで問題があります。逆光にしただけだとちょっと色味がくすんでしまって、色がね沈んでしまう、そんな問題があります。それを解決するためにはこうしちゃいましょう。はい、オーバーレイレイヤーを使って顔周りの色だけ彩度を高くしてみました。これは原理的には光の拡散現象で、分かりやすい例で言うと、こう手を太陽にかざしたりすると手の肌色がね周りよりも鮮やかな赤に見えることがあると思います。あれはですね、この中身の血の赤色がですね外側に拡散して起きる現象なんですが、それが顔で起こったパターンを想定して描いています。こうすることで顔周りだけが鮮やかになるので、ここに視線を誘導することができますね。視線誘導を考えるときにはこういう大まかな作戦が非常に大事なんです。さあ、もう一個視線誘導で大事なのが、タコさんもおっしゃっていた粗密です。このイラストですね、書き込みの細かさが顔と他とでそんなに変わらないので、引きで見た時にね顔に視線が行きにくくなっちゃっています。顔をもう一段階細かく描いてあげましょう。はい、こんな感じですね。結構ね自分で書き込んだなっていうふうに思っても、意外ともっともっと書き込める場合があります。で、見比べると結構わかるでしょ。こうすることによって周りの書き込みに対して
密が生まれますので、ここに視線を集約することができるってわけです。さあ髪の毛の部分も少し密度を上げていきましょうか。キャライラストにとっては髪の毛ものすごく大事です。はい、こんな感じです。ここまで来たらね、もう勝ったも同然ですが、ここで気を抜いちゃいけません。しっかり最後まで着地を決めることで、イラストの魅力をぐんとアップすることができますよ。さあ、上半身も調整していきましょう。はい、こんな感じです。上半身を調整しました。特にポイントなのはこのね、金のラインについている細かいハイライト、ここはちょっとギラギラ明るすぎるとまた視線が散らばりすぎてしまうんですが、そうならないように明るくなりすぎないように注意しながら、ポイントでキラッキラッと入れてあげることで、さらにキャラクターの密度が高まったように見せることができると思います。それによって視線を集めることができるってことですね。さあ次は両手を調整していきます。はい、両手については思い切って今回影に全部沈めています。なのでくすんで見えがちなんですが、あまりにもねくすんでいると色が汚くなってしまって正気を感じられないようになってしまうので、ポイントで彩度を上げてあげて、血の気が通ったような色にしてあげると良いと思います。実際はですね、かなり強い光を浴びないと光の拡散現象って起きないと思うんですが、場合によっては少し嘘をついて大げさに表現してあげてもいいです。絵はね自由なものですからね。さあそして下半身スカートについてもこの辺の色が潰れてしまっているので調整していきましょう。はい、こんな感じです。上半身の明るめの調整を利用してこんな風にシワを表現してあげてもいいと思います。あとは杖ももう少し調整しましょうか。はい、杖はですねそんなにポイントは多くないですが、影の中に沈んだ中であってもうっすらとこんな風に中心にですねハイライトを入れてあげると丸い立体感を表現することができると思います。上半身がだいたい調整できたのでツインテールも調整していきましょう。でですね、ツインテールは躍動感を出せる反面ちょっと配置が難しくてですね、特にこっちのツインテールなんですけど、こんな感じで袖の部分とか形を表す上でキーポイントになるような部分に重なっちゃうと逆にね見栄えを損なう原因になってしまいますので、そこだけ注意しましょう。調整していきます。はい、こんな風にですね袖に重ならないように少し軌道をずらしてあげるのも絵を分かりづらくならない工夫ですね。重要です。あとは足なんですが、ちょっとここはですね黒く潰れてしまいすぎていてもったいないです。暗くしたいのはわかるんですが、黒を多用しすぎてしまうと色が潰れてしまって分かりづらくなってしまう場合があるので注意です。調整します。はい、ちょっと肘を明るくしてあげて、さらに靴も調整してみましょう。
はい、こんな感じですね。全く黒を使わなくてもこのくらいの明るさで描いてあげれば、あ、ここは暗い部分なんだなって分かりますよね。あえてね黒を使う場合もあるにはあるんですが、だからといって暗いイコール黒と安易に結びつけないように注意してください。さあ最後の仕上げです。最初にあったエフェクトを書き入れていきます。はい、こんな感じ。ちょっとねエフェクトは迷ったんですが、作者さんはコメントで魔法の迫力を出したかったっておっしゃっていたので、大出力のゾルトラークを打っているような絵にしてあげてもよかったんですが、その場合朝日に照らされたフリーレンの静かな美しさと引き換えみたいな感じになっちゃうなって思ったので、エフェクトは最初の印象通り少しね控えめな印象にしてあります。魔法を打ち出したシーンというよりかは打ち終わりの残像みたいな感じのニュアンスでしょうか。で最後、これはちょっとした調整なんですが、今回みたいに影色を多く使った絵の場合、自分が思った以上に絵がくすんでしまっている場合って結構あります。そういう時には最後にトーンカーブを使って色を調整してあげるのも効果的ですね。はい、このように一番上にですねトーンカーブの調整レイヤーを作って、でここにできた線を緩い S 字を描くようにこんな風に調整してあげると、全体的にコントラストが強まっていい感じに見える場合が多いです。これやりすぎるとねかなりギラギラした感じになっちゃうので、これはね注意してください。はい、ということで今回の添削は以上となります。並べて比較してみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょう。ちょっとね引きの画面なのでアップでも比べてみましょうか。はい、こんな感じの変化になります。いかがでしょうか。かなりね顔に視線が集中できたのがお分かりいただけると思います。はい、今回の添削は視線誘導がテーマということで、分散してしまった明るい部分を調整してキャラクターの一番見せたい部分に視線を集めていくというテクニックを実践してみました。いかがだったでしょうか。それと今回はエフェクトの書き方についてはあまりね詳しく語らなかったので、そのエフェクトの流れ確かにいい感じなんだけど、それってなんか書く基準とかあるの？そこの書き方について詳しく教えてよって思った人もいるかもしれません。大丈夫です。そんな方にはこちらの動画、イラスト上達コレオグラフィーをご存じない？それ相当まずいですよを見ていただければ、どうやったらいい感じに見えるエフェクトを簡単に描くことができるのか、そのやり方を知っていただけると思います。興味がある方はそちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれ気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。